こんばんは。はるけです。今回はベースヒーロー選手ティアリストになります。選手の強さを5段階で評価したものがティアリストになってるので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。今回はですね、今作から新しく追加をされたヒーローの選手を含む総勢60名のベースヒーロー選手たちをティアリストにまとめました。じゃあそれでは早速紹介をしていきたいと思います。こちらがベースヒーローの選手のティアリストになります。ヒーローだけでもね、これだけいるということになっていてですね。まずは D ですね。D はですね、リッケン、そして、ルイコサだったり、あとはケイヒル、だったり、クラウチ、デンプシー、リトマネンだったり、カンポス、カヌという選手たちを入れました。前作もいたですね、カンポス、だったりとかはキーパーの選手になるんですけれども、キーパーはね、どうしてもこう、評価が分かれたり、しますし、やっぱりその人によっては強い。この試合は強かった。この試合弱かったみたいな、やっぱりフィールドプレイヤーよりも非常に波があるポジションになるので、評価っていうのはかなりこう主観的なものになってしまうんですけれども、カンポスの場合は、まず身長が170センチしかないんですよね、この人は。だから、そもそも手が届かないということが非常に多くあると思います。特に今作はですね、今週が強いっていうことになるので、遠目からのね、ロング今週だったりとか、ロングのアウトカーブだったりとか、届かない。もうそもそも、いや、絶対無理や、みたいな感じに、なるので、カンポスは今作もですね、そこまでこう優先度が高いキーパーではないなというふうに思います。でですね、新しいヒーロー、今作追加をされたですね、カヌ、なんかはですね、ちょっと自分は期待をしていたんですけれども、身長が高くって33という選手なんですね。身長はめっちゃ高い、196センチもあって、じゃあ、やっぱりスピード面が欲しいなっていう風に思うんですけど、ペースが79。遅い。で、もちろんシュートのね、ところだったりとか、冷静さ89とか、パスがちょっと上手かったりとかっていうのは、いいところ、それなりにはあるんですけど、やっぱりこれだけの高身長になるとドリブルは重いし、じゃあスキルでなんとかできるんかできないし、じゃあスピードで裏抜けで、例えば今作現役で言うとオシメンだったりハーランドだったりね、スキルがないからスピードで、フィジカルも活かしてっていうところになるんですけど、スピードがもう足りないっていうことになると、使いづらさが半端ないということになりますね。で、じゃあヘディング、これだけ高いんだったら、ね、クロスゲーだ。ジャンプも56。もう飛ばない。だから、もう別に、本当にカヌじゃなくていいということになるので、このベースヒーローのカヌはですね、ちょっと、非常に多くの方がですね、使いづらさを感じてしまう、そんな選手になってます。でですね、続いては C ですね。C はですね、露出機だったり、あとは、ビアリだったり、あとはマシェラーノだったり、こちらもキーパーのドゥデク、ここに入れてます。で、マリオ・ゴメスだったり、ディエゴ・ミリート、あとはパパンだったり、リュングベリ、ベルバトフ、あとはアルジャベルだったり、スルシャル、あたりを入れてます。基本的にこの中で、特に紹介をしておきたいのはですね、こちらも新ヒーロー、ロシツキーですかね。ロシツキーもね、自分は名前はなんとなく、聞いたことがあって、アーセナルの選手になると思うんですけど、ロマン度は高いと思います。ロマン度は高いと思いますし、パスのうまさと、あとはドリブルの軽さっていうのは十分に、ある選手になるので、悪くはないんですけれども、逆足が3っていう風なところはちょっと、痛いですし、もうちょっとスピードだったりシュートだったりとかがね、うまかったら良かったなという風にも思います。この人はプレイスタイルでね、もちろんパスのところだったりとか、ドリブルのテクニカルだったりとか、それなりにはついてるんですけれども、個人的にはそこまで、ちょっと能力的には足りない選手で、そこまでめちゃくちゃ強さが感じるなというふうには思わないですね。で、あとはベルバトフですかね。こちらも新ヒーローの、選手になるんですけれども、でかい選手ですね。189センチあっ
、スキルが4で逆足が3の選手になります。役割意識ですね。まあ、ミディローっていうのはちょっと、残念なところではありますけれども、この人を使って思ったことはですね、やっぱり決定力は非常に高いなと、思いました。もちろんシュートの能力っていうところと、あとは冷静さ91っていうのもちょっと影響してるのかなと、思いましたし、パスもある程度、うまいかなっていう風には感じますね。ドリブル自体はちょっと重たい選手だったので、使いづらさを感じる方も、この選手も、かぬほどはないですけど、言い張るかなと、思いますね。で、ペースもあんまり速くはないかな。置いていける場面があっても、相手の守備の、なんか変なところに行ってったりとか、広大なスペースがあれば、いいんですけど、基本的にはこう理不尽なスピード、ベルバトフだから行けましたみたいな、そういうラッシュだったりレオンだったりとかのほどのスピードっていうのは、あまり感じなかったですね。なんでこの人はいいところはやっぱり冷静さだったり決定力の高さっていう風な部分だったりとかが挙げられるんですけど、ちょっとこの人もA に入っているということはちょっと物足りなさは、感じてしまう、そんな選手になります。でですね、続いては、B ですね。B はですね、非常に多くの選手を入れまして、フェラーだったり、マルケス、だったり、あとは、モストボイだったりとか、あとはカイドだったり、キューエルあたり、または女子選手でですね、スコットだったりとか、ケスラだったりとかを入れてますね。また新ヒーローの選手としても、ビーズリーだったりとか、マクマナマンだったりとかを入れてます。で、あとは日本人としてのね、ヒーロー、中田も、ここに自分は入れました。中田はですね、結構、ベースヒーローの中では、全然やれるかなっていう風には思いますね。スピードもそれなりにありますし、パスとドリブルがうまいという、そんな選手になります。で、スキル逆足もね、44あって、全然自分的にはそんなに悪くはないという選手になりますね。決定力もうちょっとあった方がね、より良かったんですけど、ただシュート力もね、90ありますし、レジャーもね、こう、高いので、決定力以上の力、決定力79ですけど、それ以上は決めてくれるという、そんな選手になります。パス面が本当にうまいので、プレイスタイルでもね、鋭いパスだったりとか、ロングボールのパスだったりとかがついてるので、パス面、アシスト役に徹することができる、そんな選手になりますね。でですね、あとはスコットですかね、女子選手で、新しい新ヒーローに、なるんですけれども、スコットもね、全然悪くない。右サイドバックとして十分使える選手になりますね。身長は結構低くって163センチなんですけれども、逆足が4っていうのは素晴らしいですし、サイドバックとしてね、スピードもね、86あるという風なことも、いいなと思いますし、やっぱり身長が低いのでドリブルが軽かったりとか、するんですけれど、持ち運ぶことができるという選手で、ディフェンスもね、全然できる、選手になるので、結構自分はスコット、意外とありかなというふうに思いますね。で、プレイスタイルでジョッキーだったりとか予測だったりとか、もついてるので、悪くはないかなと思いますね。パス面の視野がちょっと低かったりとか、あとは空中戦はほぼ勝てないので、そこら辺が改善されれば、よりちょっとね、強くなるんじゃないかと思います。でですね、続いては A ですね。A はですね、テベスだったりとか、あとはコルドバだったりとか、リカルド・カルバルだったりとか、キーンだったり、あとはゴブだったりとか、ディナターレもここに、自分は入れてます。で、新ヒーローとしてはですね、スナイデルだったりとか、あとはフットレだったりとか、ジュリだったりとか、入れてますかね。で、キングとかもここに入れて、センターバックキングだったりとかもここに、入れてます。で、紹介をしたい選手はですね、やっぱりテベスですかね。まずはテベス。新ヒーローの選手として、出てきてですね、逆足が3というのはちょっと残念なんですけれども、スキルが4あるという選手になりますね。で、スピードもあって、決定力も高くって、パスもそれに出せてですね、ドリブルもある程度軽い。軽いプラス、フィジカルもあるんで、横から当たられてもすぐに負けないという力を持っている、そんな選手になります。で、逆3、もちろん残念、ではあるんですけれども、テベスの場合、決定力が非常に高いので、レース差も伴ってね、高いので、そんなには、気にはならない
ですね、逆足4のつもりで全然打っていっていいかなというふうに思う選手ですね。で、プレイスタイルでもですね、容赦なしのプラスがついていたりとか、あとはクイックステップだったりとかもついてるので、試合後半になってもですね、相手がディフェンダー疲れている、で、挙動が遅くなっているところに、疲れていないというか、そのスタミナが、回復しているテベスで、クイックステップ早い挙動でガッと、取ってカウンターみたいな、シーンも作り出せる、そんな選手になるので、本当にすばしっこいけど体も強いし、スピードもあって決定力も高いで、さらにパスもちょっと出せるっていう選手になるので、非常に新ヒーローの選手としては強いなというふうに感じますね。で、あとはですね、フットレイですね。こちらも新ヒーローの選手になるんですけれども、単純にこの人はスピード、そしてドリブルが非常に武器な選手になりますね。こちらも逆足3の選手になって、スキルは4なんですけど、そこはちょっと残念。逆3は残念では、あります。決定力はめちゃくちゃ高い方の選手ではないんですけれども、ただ、冷静さ92っていうのが素晴らしいなというふうに思います。で、パスもそこまで、うまくはないんですけれども、ただですね、プレイスタイルで、鋭いパスだったりとかも、ちょっとついてますし、やっぱり今作いいのはテクニカルのプラス、この人ついてるっていうのは素晴らしいので、本当にスピードと、ドリブルでチャンスメイクをしていくという、そんな選手になります。テベスも55万ぐらいで、フットレも50万ぐらいの選手になるので、非常にその価値っていうのはあるなというふうに思いますね。で、そして最後 S ですね。S はですね、そうそうたるメンバーになってます。ヤヤトゥーレだったり、アベディペレ、あとはラミレスだったり、マルキジョ、そしてルシオ、あとはですね、コンパニー、そしてジノラ、アルオワイランと、この8名がですね、ヒーロー選手の中では強い、大当たりの選手になるかと思います。で、気になる方も多いかもしれないですけれども、新ヒーローのラミレスですね。ラミレスはね、中盤の選手としてですね、スピード、ここが速いっていうのが非常に個人的にはいいなと、思います。スピード88っていうのは素晴らしいですし、あとは、ドリブル面だったりとかも軽い選手で、パスはめっちゃうまいってほどではないんですけれども、それなりにという選手で、守備もうまくって、フィジカルもちょっとあるという選手になるので、攻守にわたって、非常に動ける、そんな選手になりますね。で、プレイスタイルを見てもですね、プラスはないんですけれども、インターセプトだったりとか、あとは容赦なしだったりとかがついているという、そんな選手になりますね。基本的には、身長179センチなんですけど、ジョレンテの上位互換的な、イメージが、一番、わかりやすいかなというふうには思いますね。バルベルデとかそこら辺、バルベルデ、ジョレンテ、あたりの上位互換に、なるかと思います。で、あとはですね、こちらも新ヒーロー、コンパニーですかね。コンパニーも非常に強いセンターバックの選手でですね、スピードは80ありますし、あとはリアクション、冷静さ、どちらもね、それなりにあるというところは素晴らしいなと思います。で、パス面に関してもセンターバックとしてはまだ、出せる方かなという風にも感じますし、フィジカル面だったり守備面だったりとかもしっかりしているという、そんな選手になりますね。こちらもですね、逆足3っていうところは、ちょっと残念。やっぱり4以上かな、欲しい。センターバックであっても欲しいですけど、身長がでかいっていう風なところは素晴らしいし、で、プレイスタイルを見てもですね、非常にもう本当にすごいです、プレイスタイル。予測のプラスがついていて、そしてブロック、ブルーザー、スライディングタックル、そしてエアリアル、空中戦の強さですね。ここがついているという風なところは非常に素晴らしくて、プレイスタイル面でもですね、本当に強さっていうのが感じれる。さらに能力なんで、かなり、強い選手でセンターバックとして勝手に取ってくれる。そして、しっかり読んでいたら取ってくれるっていう、もうその取り感に関しては素晴らしい選手になる。本当に強いなと、思える選手になるので、新ヒーローとしてはですね、ちょっと別格の強さっていうのは、誇っているなというふうに思います。という感じでこちらがベースヒーロー選手のティアリストになります。少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。